ではいただきます。まずやっぱこの冬瓜ですね。とろーっと。わお、溶けていきます。大根にも勝るとも劣らない美味しさですね。冬瓜と鶏肉のおでんでございます。でおでんは非常に大根に味が染みるまでに時間のかかるイメージがありますよね。冬瓜を使うと大根よりも染みるのはかなり早いし、柔らかくなるのもすぐです。やっぱおでんいいですね。お肉もねとても柔らかいですね。いい感じ。皆さんまだまだ寒い日が続きますね。そんな日はお鍋かおでん食べたくなりませんか？でおでんは非常に大根に味が染みるまでに時間のかかるイメージがありますよね。今自分冬瓜がたくさん売っております。で僕は冬瓜も大好きです。なので冬瓜でおでん作ろうということで冬瓜と鶏肉のおでんでございます。冬瓜を使うと大根よりも染みるのはかなり早いし、柔らかくなるのもすぐです。なので大根のおでんの手間の3分の1でできる美味しいおでんだと思っていただけるといいと思います。冬瓜食べよう。では材料です。冬瓜、鶏もも肉で他の具はですね、こんにゃくは入れた方がいいと思うんですけど他の具はもう好きなものでいいです。おでんは揚げた練り物が入るとその油分も浮いてきてちょっとコクが出るというかですね、深みが出る味になるので、それを入れた方がいいと思うんですけど、ちくわだったりはんぺんだったりつみれだったり昆布だったり好きなものを入れていただいていいですね。それからかつおだしですね。お酒、みりん、醤油、砂糖、塩ですね。じゃあまず冬瓜の下ごしらえですね。冬瓜はこの種の部分を取ります。なのでこう V 字に切り込みを入れてこうやって種の部分取っちゃいますね。こうやってねスポーンと取りますから。で皮を削いでいきます。で切り分けていきます。じゃあちょっとね大きめがいいと思うんですよね。冬瓜結構すぐ柔らかくなるので、このぐらいかな。このぐらいのサイズでいいと思うんです。1個がかな。そしたら冬瓜を先に下茹でして柔らかくしてから、だしと合わせて煮ていきます。で煮ていきます。水からでいいですね。で火つけてこのまま煮ていきます。沸かしたらこの状態でだいたい12分ぐらいですかね。このまま、コトコトと煮ていきます。で12分経ったのでちょっと竹串などで刺すとこうプスッといきますね。それから火通り分かりやすくて半透明になります。このように、この状態になったら OK ですね。では煮えたら火を止めて湯切りしていきます。これで OK ですね。これで下茹で完了です。で茹で上がった冬瓜を置いておいてこの後に鶏肉を切って炒めていきます。では鶏もも肉の下ごしらえです。小さすぎず大きすぎずこんな感じかな。切れたら塩で下味でちょっとなじませて火をつけて焼き目をつけていきます。で皮目からですね。皮目から焼くと油が出やすい。こうやってね油が出てきますね。焼き目ついたら裏返し。でこうやって裏面も焼き目ついたら火止めて最後のおでんを煮るお鍋ですねに加えていきます。ガーッとここから煮ていきます。おだしで火をつける。お酒みりん足してでこんにゃくも下ごしらえして同時に入れていきます。厚さ1センチぐらいかな。
切って真ん中ここ切り離さないように切れ目このぐらいまで入れて、これを中に入れるとくるりんぱね、でこんにゃくも一緒に入れていきます。こんにゃくもね味入りづらいですからね、早めのうちに、だしにつけた状態で煮ていく。沸いたら、このまま5分間コトコトと煮ていきます。蓋します。で5分経ったのでここにお砂糖、お塩、醤油、調味料入れたら先ほど下茹でした冬瓜、再度蓋をして10分間コトコトと煮ていきます。蓋開けて10分経った状態ですね。冬瓜見てください。このシミでね、かなり今柔らかいですね。こうほらぐーっと握ってったらこうプシューッと、これが冬瓜の良さですね。でここに最後におでん種を入れていきます。好みのおでん種でいいと思いますね。ちくわ、つくね、すり身で揚げ物系ね。ではんぺんお好みですね。入れて最後に再度蓋をしてしっかりとベースと馴染んだら OK ですね。はんぺんなんか膨らむので分かりやすいですけどね、ぐーっと。ではおでん種にも熱がしっかりと入ってこのねスープとの一体感が出た頃だと思うんでね、柔らかくなって表面少し色変わるぐらいでいいと思いますね。はんぺんなんかもやっぱ膨らんでこういう状態ですね。少し茶色がかかる。完成でございます。いただきます。まずやっぱりこの冬瓜ですね。とろーっと冬瓜。まず何食べようかな。鶏肉かしら。こんにゃく創作。はい、こんにゃく。はい。まずおつゆ。ザおでんですね。味はザおでん。冬瓜。これね、スポンと。でも煮崩れはしない。で中も、ね、結構色入ってますね、しっかりね。いただきます。わお、超美味しいです。溶けていきます。大根にも勝るとも劣らない美味しさですね。やっぱ冬瓜すごい、しっかり味する。お肉もねとても柔らかいですね。ここまで煮てるんでやっぱりほろっといい感じ。やっぱおでんいいですね。やっぱいろんなものを入れることによって混然一体となってこのスープに美味しさが出るわけで、それは絶対必須ですよね。だけど何かにこう焦点を当ててこれを美味しく食べたいからおでん作ろうっていう僕はタイプなんですよ。今日は冬瓜、普段は大根だから一番多い具材がそれであるべきで、均等に入れるとやっぱりそれすぐなくなっちゃったりするから、なんかそういうことを考えながらおでん作ってもいいんじゃないかなって気がしますね。皆さんもぜひ冬瓜で美味しいおでん作ってみてください。ごちそうさまでした。